たまりますね。彼女は酔いに頬を染めてふわりと笑う。その声に不思議と寒気が和らぐ。おちょこの縁から唇を離すと湯気とともに甘い吐息がこぼれた。白い息が揺れて赤ちょうちんに淡く溶けていく。思わず目を奪われそうになり慌てておちょこに口をつける。熱燗の熱より隣の笑みの方がずっと胸を熱くした。本当だな、残業の冷え込みなんか一瞬で溶ける。最初はただの社交辞令のような会話だった。しかし杯を重ねたその後、おでんバトルが待ち受けていようとは誰が想像しただろうか。冬風が骨身にしみる。吐き出す息は白くすぐにやけに溶けて消えた。残業を終えた帰り道、社畜にとって一日の中で最も過酷な時間だ。スーツの裾は冷え切り、指先はかじかみ、心までも凍りつきそうになる。その時だった。視界の隅にほのかな明かりが揺れる。赤ちょうちん、そこにはおでんと染め抜かれたのれんがあった。こんなところに屋台なんてあったか？水角のざわめきもなく、それはまるで夜の路地にひっそりと浮かぶ小さな島のようだ。暖かな光とおでんの香りは凍えた体と心を抗えないほど強く誘っていた。足が勝手に前へ出る。気づけば俺はのれんを押し分けていた。へい、いらっしゃい。のれんをくぐると湯気に包まれた小さな空間。カウンターには先客が一人。こんな屋台に若い女性とは珍しい。がんもどきを魚に熱燗をぐいっと仰いでいた。こじんまりとした屋台のカウンター席は必然と隣り合う形になってしまう。どうも。気恥ずかしさをごまかすように腰を下ろすと、親父がおでんの湯気の向こうでにやりと笑う。熱燗でいいかい？ああ、お願いします。そう言うと目の前にアルミ製のコップのようなものが置かれた。その中にはちゃんと熱々の酒が入っている。なんだこれ。思わず声に出してしまうと隣の彼女がクスッと笑った。知らないんですか？チロリですよ。チロリ？へえ、初めて見たな。熱燗といえばとっくりにおちょこというイメージしかなかった。江戸時代からあるんですよ。昔は銅や錫でできていたらしいですが、今はアルミ製が多いです。とっくりより早く温まるし、味も丸くなるんです。へえ。彼女のうんちくを聞きながらおちょこに酒を注いだ。彼女はちらりとこちらを見やり、口元に笑みを浮かべる。せっかくですし乾杯します？え？おう。慌てて自分のおちょこを掲げた。じゃあ寒い夜におでんと熱燗に、そして奇妙な出会いに。カチンと小さな音が響いた。たったそれだけなのに体の芯にまで温かさが広がる気がした。杯を口に運ぶと熱燗が舌の上で転がり、冷え切った胃へじわじわと染みていく。あったまりますね。彼女は酔いに頬を染めてふわりと笑う。その声に不思議と寒気が和らぐ。おちょこの縁から唇を離すと湯気とともに甘い吐息がこぼれた。白い息が揺れて赤ちょうちんに淡く溶けていく。思わず目を奪われそうになり慌てておちょこに口をつける。熱燗の熱より隣の笑みの方がずっと胸を熱くした。本当だな、残業の冷え込みなんか一瞬で溶ける。最初はただの社交辞令のような会話だった。しかし杯を重ねたその後、おでんバトルが待ち受けていようとは誰が想像しただろうか。出汁が染みてほんのり茶色くなった大根に箸を入れると何の抵抗もなくふわりと切れる。一口かじればじゅわりと出汁が口内に広がっていく。うまい、いい屋台を見つけたものだ。やっぱり大根こそがおでんの主役だよな。出汁を吸った瞬間、すべてを支配する。これは王の風格だ。得意げに言い放つと
隣の彼女はふふんと鼻で笑った。彼女の箸先にはつるりとした卵がある。その丸いフォルムも出汁を吸ってほんのり茶色くなっていた。支配者？そんな独裁はいらないですよ。卵は違います。黄身をちょっと崩してこうして汁に溶かした瞬間、全員が救われるんです。黄身がほろほろと崩れ、出汁に金色の霞を広げていく。彼女はそれを得意げにすすってみせた。救世主か。そう、あなたの大根が王様だとしても、その王様を支えるのは卵なんですよ。彼女の勝ち誇った笑みに俺は言葉を詰まらせる。だが負けてなるものかと大根を箸で掲げ、声を張り上げた。いや、やっぱり大根だ。これはおでん界の覇王だ。覇王って、屋台でそんなスケールの話しないでください。屋台の親父がちらりと睨むのも構わず、俺たちのバトルは熱を帯びていった。ラウンド1の勝敗は結局うやむやのまま。杯を重ねるごとに舌はますます滑らかになり、うんちくは止まらなくなっていた。彼女は大根を一口、なんだかんだ言いながらも大根を食べてるじゃないかと思った矢先、口元ににやりと笑みを浮かべる。やっぱり柚子胡椒ですね。は？ほら、大根にちょっとのせるだけで革命ですよ。庶民の煮物が一瞬でフレンチに昇格するんです。彼女は小瓶から鮮やかな緑のペーストをすくい、大根にちょこんとのせると得意げにかじってみせた。鼻に抜ける爽やかな香りにほんのり唐辛子の刺激。彼女の表情がほらわかるでしょと言わんばかりに輝いている。俺は思わず声を荒げた。フレンチだ？おでんはな、屋台の湯気に似合う B 級のソウルフードなんだよ。からし一択に決まってるだろ。柚子胡椒の隣にあった黄色いからしをぐいっとこんにゃくに塗りつけ、これみよがしにかぶりつく。くおー、辛い。つけすぎた。鼻にツンとくる刺激に思わず涙目になったが、引くわけにはいかない。これだ。辛さで涙しながら食うのがおでんの真骨頂なんだ。涙は味覚じゃありません。気づけば屋台の親父がまたしても渋い顔でこちらを睨んでいた。だが止まらない。おでんバトルはすでに泥仕合の様子を呈しつつあった。ラウンド2を終え、互いに熱燗を一杯煽る。バトルの火は消えるどころかますます燃え盛っていた。彼女はがんもどきを箸で持ち上げ、プルプル揺れるその姿を誇らしげに掲げる。見てくださいよ、このがんもどき。豆腐に野菜も入って栄養バランス最強。これ以上の完全食あります？勝ち誇った顔でかぶりつくとじゅわっと染み出す出汁。彼女は目を細めて無敵ですと高らかに宣言した。俺はふんと鼻を鳴らす。違うね、がんもどきは主役じゃない。バンドで言えばベースのような存在だ。ベース？そう、前に出過ぎない。でもいなければ全体が成立しない縁の下の力持ちだ。がんもどきは主役を支える音なんだよ。熱燗を煽って語る俺に彼女は箸を止め、ポカンと口を開けた。おじさん、がんもどきで音楽語る人初めて見ました。さらっとおじさん言うな。おでんはな、シンフォニーなんだ。シンフォニーにベースはありません。オーケストラならコントラバスです。ぐはっ、くそ、油断した。次なる手は。その瞬間、屋台の親父の怒号が飛んだ。うるせえ、お前ら漫才でも始める気か。他の客の迷惑だ。飲み代置いてとっとと帰れ。怒鳴り声に背中を押されるようにして俺たちは屋台を追い出された。冬の夜風がおでんの名残を一瞬で冷やしていく。おじさんのせいで追い出されちゃったじゃないですか。隣で彼女が頬を膨らませて抗議してくる。はあ、お前こそ熱くなってたじゃないか。救世主だのフレンチだの屋台で叫ぶ女がいるか。くそ、まだ全然食べていないのにどこかで夜食を調達しなければ。だって大根を覇王扱いする人に負けたくなかったんです。
歩道を並んで歩く足音がやけにシンクロしているのが腹立たしい。彼女はそっぽを向きながら歩いていく。ちょっとついてこないでください。俺んちはこっちの方向なんだよ。嘘でしょ。すごい偶然ですね。残念ながら必然だ。何その言い方、余計気持ち悪いんですけど。そんな小競り合いを続けながら、俺たちはまるで漫才コンビみたいに夜道を歩いていく。するとコンビニの前までやってきた。白い明かりがまるでリングサイドのスポットライトのように2人を照らす。ちょうどいい。ここで夜食を見繕っていくか。ところで、彼女が急に立ち止まり、じっとこちらを見上げる。コンビニおでんは認める派？認めない派？認めるに決まってるだろう。一人暮らしの男にとっては救世主なんだぞ。何を分かりきったことを特徴したその瞬間、彼女はコンビニのガラス越しにおでんを見つめ、唇の端をペロリと舐めて小悪魔めいた笑みを浮かべた。なるほど。じゃあ締めの大根食べたくないですか？は？だからコンビニ行きますよ。当然のように入り口へ向かって歩き出す。俺は慌てて後を追った。おいおい、買ってどうすんだよ。私の家で食べましょう。こうなったらとことんバトルです。お前酔ってないか？酔ってません。さあ行きますよ。頬を染めてむくれる彼女が俺の腕をぐいっと引っ張る。思わずバランスを崩して何か柔らかいものが腕に触れた気がする。熱燗よりも熱い体温が布越しに伝わってくる。おう？裏返った声が深夜のコンビニ前に響いた。おでんバトル、まさかの延長戦。そしてこの先に待っていたものは想像に任せる。終わり。あなたが好きなおでん種は何ですか？または少し変わったおでん種知ってますか？感想をぜひコメント欄で。最後までご視聴ありがとうございました。面白いと思われたら高評価、チャンネル登録をお願いします。制作をご支援くださるメンバーシップも募集中です。